こんにちは、桜井です。今日のテーマは、ビットコインの急落、XRP の ETF 期待、そして同時コインの警戒ラインについてです。最初に結論をお伝えします。今回の下落は終わりではなく始まりです。なぜなら価格が下がっているのに世界中でおしめ買いが増えているからです。ビットコインが10万ドルを割れました。久しぶりに市場全体に緊張が走っています。もう終わりだと思う方も多いかもしれません。実際 SNS でも弱気のコメントが非常に増えています。しかし市場データを見ると落ちたら買うという強い動きが出ています。つまり表面上の不安とは裏腹に資金は静かに入ってきているんです。その結果今は10万ドルを回復してきていますけれども、今後もどうなっていくのかっていうのは注意が必要です。そして今日はこの逆流の理由を分かりやすく解説をしていきます。そして XRP ETF の動きと同時コインの危険ゾーンについてもお話をしていきます。ではまずは現状を整理しましょう。ビットコインは節目だった10万ドルを一時的に割り込みました。一部の投資家はポジションを投げ、レバレッジ取引のロスカットも積み上がりました。一見すると弱気ムードが広がったように見えます。ところがオンチェーンデータを見ていくと、実は短期投資家が投げ売りしている一方で、長期投資家や機関投資家はむしろ買いを増やしています。下がっているのに静かに買われている。このコントラストこそ今回のポイントです。ではここで問題提起です。10万ドル割れは暴落前のサインなのか、それとも究極のおしめ買いのチャンスなのか、これを判断するために3つの視点で相場を見ていきます。1つ目は資金の動き、2つ目は投資家の心理、3つ目は規制と機関の動きです。まず1つ目、資金の動きです。ニュースや価格だけを追うと暴落のように見えますが、大口投資家のウォレットではビットコインの積み上げが続いています。これが今回の意外な事実です。価格が落ちてメディアが下落だ、終わりだと言っている時こそ静かに買われている。まるで海の潮が引くように不安の裏で資金が集まり始めています。次に投資家心理です。SNS では不安と悲観が増えています。しかし歴史的に見ればこういう時こそ大口投資家は動きます。もしあなたの周りの人が怖い、売りたいと言っているなら、それは逆に重要なシグナルかもしれません。相場というのは人の心理が作る波です。みんなが怖がった時にどう行動できるのか、そこが分かれ道になります。そして3つ目、規制と機関の動きです。XRP に関する ETF の話題が出ています。フランクリン・テンプルトンとグレースケール、この2つの名前が同時に動いているということは、裏側ではすでに準備が進んでいる。そう考えるのが自然です。さらにリップルは機関向けインフラ企業を買収しました。これは XRP が単なるアルトコインから金融ネットワークの一部へと進化しているということを意味します。今年後半以降 XRP は安定資金が集まりやすいフェーズへ入る可能性があります。一方で同時コインです。価格は弱い状況が続いており 0.15 ドルという重要なラインに迫っています。もしこれを明確に割ると 0.11 ドルあたりまでの下落もあり得ます。ただし注意したいポイントがあります。同時は下げた後に資金が戻ると最も強く跳ねる傾向があるということです。つまり弱さはリスクでありチャンスでもある。ここは焦らずしっかりタイミングを見たい局面です。ではここで僕の視点です。今回の相場は嵐の予兆ではなく風が変わるサインです。短期で見ると不安ですが中期長期の資金はむしろ強気に動いています。僕はこういう対局で大切なのは一気に入らないことだと思っています。そして相場に振り回されずに淡々と増やす仕組みを待つことです。現物投資だけどどうしても感情に振り回されます。だからこそ僕は一部の資金をビットレード X の AI 運用にも入れています。ビットレード X は暗号資産の取引所で AI を使った運用ができます。こちらに関しては11月8日の土曜日午前6時からウェビナーを行います。気になる方は概要欄に僕の公式 LINE のリンクを掲載していますので、そちらより登録してもらうとウェビナーのリンクを送ります。また YouTube の投稿機能でもウェビナーのリンクを掲載していますので、
そちらを参考にされてください。はい。ではね、話を戻しますけれども、もちろんどこにも絶対はありえません。ですが、相場が荒れた時に自動で安定して稼ぐ仕組みを持っておくと、投資メンタルが大きく変わってきます。では、ここからは少し哲学的な話です。投資というのは未来を信じた人にご褒美が出る世界です。新聞や SNS が騒ぐ時より静かなお金が動いている時こそチャンスが潜んでいます。そして今の下げをどう見るのか、これが未来の資産を決めています。逃げる人、迷う人、静かに拾う人、どのタイプになるかで1年後、3年後の景色は当然変わってきます。では今後の展望です。ビットコインは一時的な調整レンジ入りです。目安は94,000から97,000ドル。ここで底固めができれば再び上に行く可能性が高いです。XRP は ETF 関連ニュースを追いながら長期保有の準備フェーズ、同時コインは急落に備えつつ拾うタイミングを狙う、焦らず分割で戦略的に、この姿勢が大切です。では今日のまとめに入りたいと思いますけれども、ビットコインの下落は終わりではなく始まり、資金は静かに入ってきています。XRP は機関導入のフェーズ、同時は危険とチャンスが混ざる局面、市場に飲まれるのではなく市場の波、これを利用していきましょう。では最後に、不安な時こそ学び準備し動く。これが投資家の心構えだと思います。僕もまだまだ学びながら一歩ずつ進んでいます。一緒に未来のチャンスをつかみに行きましょう。そして皆さんと一緒に資産が増えたらいいなと思っております。はい、本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際にはしっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。